Hello， 大家好，皆さんこんにちは。日本在住の私たち、約半年ぶりに台湾に帰ってきました。毎回台湾に帰るとき、滞在時間が短くて弾丸でしたが、今回は深夜出発の便を予約して、さらに連休を挟んで8日間の滞在になりました。時間の余裕があるので、グルメの旅もしたいと思います。人気観光地9分も行く予定です。ぜひ最後まで見てください。午後10時過ぎ、関西空港出発の便を搭乗して台湾に到着したのはもう深夜の0時過ぎでした。なのでタクシーを利用して桃園空港周辺にあるホテルに向かいました。ラブホですよ。深夜到着に明日早朝すぐ出発予定なので簡単なホテルを予約しましたが、まさかのラブホでした。ラブホですがしっかり朝食付きのプランにしました。車道にいたままでチェックインして朝食メニューを選んでから部屋に移動しました。部屋全体がシンプルな印象です。変なものはありませんでした。新幹線の駅と結構近いから結構いい場所と思います。ここはシャワーとトイレ別々でいいね。台湾のラブホではミニバーもあります。お水やお菓子などが置いてて、基本的には無料です。この日に泊まったホテルはカップラーメンも用意されてます。こちらのホテルは桃園新幹線駅に近いです。翌日の朝、朝食セットをいただいて、徒歩で新幹線駅に向かいました。私たちが台湾出身ですが、出身地が違います。最初は旦那の出身地、嘉義に移動する予定です。桃園駅から新幹線を利用して約1時間で着きます。到嘉義了。嘉義到着しました。いい天気。嘉義に到着して実家に帰った後、母と合流して食べ歩きに出発しました。最初いただいたのは嘉義グルメの代表、冷やし中華です。嘉義の冷やし中華は台湾の他の地域と全然違います。最大の特徴は白醋という甘酸っぱいマヨネーズをかけてます。我发现是这边念白醋的话，会很像白痴。对。ソースの次で麺もちょっと違います。いつもの中華そばじゃなくて平たい麺でした。食べる時にごまソース、マヨネーズ、ニンニクと一緒に混ぜて甘しょっぱいに甘酸っぱい感じがあって、麺もしっかり歯ごたえがあるので本当に美味しいです。このような冷やし中華は嘉義しか食べれないので、もし嘉義に来たらぜひ食べてみてください。
2軒目に訪れたのは桃城豆花さんです。豆花は国民的なスイーツです。メニューがたくさんありますが、一番気になるのはこの店の建物です。昔の病院をリノベーションして再利用した飲食店です。1階の奥に昔ながらの庭があります。レトロな雰囲気で落ち着きます。もし混雑であれば、店の2階にも席があります。このような台湾カフェで結構面白いですね。应该是在这附近。次紹介するのは桃城豆花と同じ昔のある店をリノベーションしたカフェです。入り口からすごくレトロな雰囲気で、時代を感じられる装飾品もたくさん置いてます。こちら昔は紳士服屋です。日本時代からのお店で、カフェに変わっても内装はそのままです。メニューは洋菓子を中心に、お茶の種類もたくさんあります。値段の部分は安くは言えないですが、結構面白いカフェでした。実家でしばらくゆっくりした後、お父さんが自慢のキャンピングカーを運転して一緒に台北へ移動しました。せっかくなので、大学時代に生活していた新宿に立ち寄りました。観光客はあまりいないですが、グルメはたくさんあります。この日に訪れたのは、夜食におすすめな24時間営業のスープ専門店、原味炖品屋です。スープの種類はたくさんありますが、主に2種類に分かれてます。上湯排骨湯とチキンスープです。この日に注文したのは瓜仔鸡、四物鸡、香菇鸡と人参鸡。まさか家族全員チキンスープにしました。一番おすすめなのは香菇鸡です。椎茸の優しい香りもしっかり味わえるので、とってもおすすめです。新宿駅から徒歩で約20分で来られますので、もし新宿に来たらおすすめです。翌日の朝、台北に住んでいる弟と合流して、台北周辺の人気観光地に向かいました。日本の方によく知られているキューフにも行く予定ですが、その前に大東という場所に立ち寄りました。日本時代に石炭の町として繁栄されてますが、現在は猫の町として知られてます。海外の観光客にも有名らしいけど、台北出身の私が初めて知った場所です。あいにくの天気ですが、ジメジメした山の空気がすっごく台北らしいです。愛な感じ。かわいい。何してんの？ここで無料見学できる博物館もあります。中には昔の石炭採掘方法や道具などが見れます。
ポートの月に9分を訪れました。車で来ましたが、バスを利用しても簡単に来られます。日本の方にもよく知られている観光地です。昔ながらの街風景を堪能できますし、さらにグルメがたくさん揃ってます。食欲をそそられて、早速1軒目の飲食店に入りました。こちらが张記传統魚丸です。九份老街の入り口からすぐなので、お昼の時間帯は結構混雑でした。店員さんが上手に席を案内してもらって、相席ですがすぐ入店できました。メニューに日本語と英語が書かれています。写真もありますので、観光客も理解しやすそうです。台湾の定番グルメ、ルーローハンと乾面、混ぜそばがありますし、他に魚丸と福州丸という練り物から作られたお団子スープもあります。特に福州丸スープがおすすめメニューです。少し大きめな団子ですが、中に肉汁がすっごく入ってます。全体的に美味しくて、ランチとしておすすめなお店です。ランチの後、9分でゆっくり散策しました。道は狭いですが、両サイドに面白い店と屋台があって賑やかでした。途中いきなり大行列が現れて、その先が9分超有名な伝統お菓子、阿蘭茶碗粿さんです。茶碗粿はよもぎ餅ですが、日本の作り方とはちょっと違います。個人的には日本の方がより柔らかくて、台湾の方がよりもちもちな印象でした。具の種類も多くて、甘いものとしたら粒あんが定番で、しょっぱいものとしたら干し大根、緑豆、漬物があります。今回は粒あんにしましたが、干し大根も超おすすめです。しかも一つが20台湾ドルで超安いです。9分散策の最後、頑張って坂道を登って阿甘怡芋圓というスイーツ屋に来ました。注文したのは伝統的なさつまいもとタロ芋団子のミックスかき氷でした。最大の特徴がこのもちもちの食感です。めっちゃ美味しかったです。食材の香りもしっかり味わえます。冬場なら温かいものもおすすめです。この店の立地が高いので遠くまで見えて風景が最高でした。この日の夜、台北の中山駅周辺に来ました。訪れたのはこちらの龍都酒楼です。関東式北京ダックをいただきます。関東式北京ダックが予約必要です。丸焼き姿を見せてもらって、写真タイムが終わったら切ってもらいました。皮だけではなくて、お肉も少しついてます。包む皮にネギとダックを乗せて、ソースも少しつけた後に春巻きと同じように包んで食べます。さらにプラス料金で骨と残り部分を別の料理にしてもらえます。今回は骨スープにしましたが、久々の親同士の交流飲み会で混乱しすぎて取れませんでした。全体的に龍都酒楼は大人数の食事会に適した場所だと思います。日本語メニューもありますし、種類が豊富で味も美味しかったです。さらに個室もあります。ちょっとした飲み会におすすめですよ。翌日の朝、2人だけで台北の繁華街でブラブラしました。
最初に訪れたのは清真中国牛肉面館です。実は台北で毎年台北国際牛肉面節という牛肉麺の祭りが開催されます。その場で多くの店が参加して競争しながらその年の一番美味しい牛肉麺を決める祭りです。この店は優勝したことはないですが、5年連続ミシュランガイドに選ばれています。定番メニューが紅烧牛肉面と清炖牛肉面です。紅烧は醤油ベースの意味で、清炖はシンプルな塩だしです。一つずつ頼みましたが、紅烧スープに豆板醤的なものが入ってますので、少しピリ辛です。清燉の方がどんどん甘みが出てきます。個人的に清燉の方がおすすめです。牛肉麺はルーローハンと同じ台湾国民から愛される料理です。地域や各店によって味も具も変わります。もし麺料理好きな方はぜひ食べてみてください。次に地下鉄を利用して双連駅に来ました。おっぱいやそう。こちらの店は今回台湾来て絶対食べたいリストの中で第一でございます。台湾スイーツの老舗双連元仔湯さんです。昔からの人気天童甘味店で、夏にはかき氷、冬場にぜんざいがおすすめですが、こちらの小麻糬めちゃくちゃ美味しいです。麻糬はお餅の意味で、小は焼くの意味じゃなくて、ここでは台湾語温かいという意味です。温かいお餅に甘いピーナッツ粉をつけていただくのが最高です。夜には家族と一緒に日本料理バイキング续集に来ました。前回台湾の動画で紹介しましたので、今回は割愛させていただきますが、台湾人やはり日本料理が大好きですね。旅行の寄付もあって4日間の台湾帰省は充実に過ごしました。久々家族とお出かけしてたくさんの料理をいただきました。すごく満足でしたが、まさかタピオカ飲むのを忘れてしまった。何？残念なことですが、また次回で飲みましょう。では今回の動画は以上になります。台湾旅行、そして台湾グルメ好きな方、ご参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。以上。